こんにちは、メイです。今回はハピパラの学校をリフォームして合宿所にしちゃいます。以前は普通の学校を作っていたのですが、あまりに普通だったので、思い切って学校という概念をほぼ消しました。学校レイアウトの指定家具もクリアしていきます。勉強熱心な動物たちの可愛い姿をご堪能ください。今回のテーマは学校を合宿所に変えるです。学生の時はみんなでお泊まりするのワクワクしましたよね。部屋の概要です。部屋の大きさは 10×10、 窓はあり、エントランスは一番左。明るさはオレンジで暗めですが、作業中は明るくしていきます。環境音はなしです。壁紙と床の概要です。夜に泊まり込んでいるところを表現したいので星空の壁です。今回の間取りです。いろんな生徒に対応するために3カ所くらい勉強するスペースがあります。まずはじめに左側から作っていきます。この3つの条件を満たさないといけないので注意しながらレイアウトします。ベッドデスクを一番端に置いて受付カウンターを L 字になるように並べます。ここに仕切り壁と柱を置きます。L 字デスクは作業効率が上がるので私は好きです。一人で集中できるスペースを飾り付けていきます。条件の一つである教卓は受付カウンターを置くことで完了で、机はベッドデスクで2つのうちの1つを達成しました。ベッドデスクのデスクを照らすようにライトをつけていきます。これで手元が照らされてさらに勉強がはかどりますね。次は食卓を作っていきます。今回もカントリーなローボードを椅子に見立てます。条件のテーブル2つはこれで満たしました。食卓の左側にも仕切り壁と柱を立てます。カントリーなローボードを椅子らしくするためにクッションを置いていきます。クッションも椅子としてみなされるので、これで条件は全て達成です。ここの食卓はみんなでご飯を食べたり勉強したりもできるスペースです。スペースの区切りをラグで作ります。ラグの奥ハンマスが残っていますが、ハンマスのラグがないので開けておきます。食卓をライトで照らします。窓を作りたいのでカーテンと腰壁をステッカーで貼ります。窓にメリハリをつけたいのでここに本棚と壁を作ります。まずは仕切り壁を奥に2枚並べて、次に壁の両端の手前に柱を1本ずつ置きます。左の柱にくっつけるように本棚を置きます。正面から見るとこんな感じです。空いている1マスの部分に木製のサイドテーブルを置きます。ちょっと複雑ですが、壁にメリハリをつけたい時に使えるテクニックです。マイレザも使わないので経済的ですね。勉強スペースに椅子を忘れていたので置きます。次はみんなで勉強スペースを作っていきます。まずはラグを敷いて床にメリハリをつけていきます。お泊まりできるところにこういうテントとかがあると小さい子供は喜びますよね。キッズテントはただの雰囲気作りです。積まれた袋は積まれた座布団よりシルエットが可愛くてよく使います。本日のメインのお布団を敷いていきます。学生時代のみんなで合宿所へのお泊まりは敷布団ですよね。地域によって違うかもしれませんが、林間学校は2段ベッドでした。敷布団の方がこの場所には合うので敷布団を採用しています。
動物たちが可愛いアングルで写真撮影ができるように座布団の位置をかなり調整しました。一番左の敷布団からカメラを起動するとちょうどいいアングルになるようになっています。勉強はできますけど、半分パジャマパーティーみたいなようなものなのでお菓子は必須ですね。合宿所じゃなくてもパジャマパーティーのレイアウトで使えそうです。とはいえ一応学校なので本はたくさん置いていきます。正面の壁の右側にもカーテンと腰壁をつけます。右側の壁はゴテゴテに飾っていきます。理由は撮影するときにこの壁にいろいろあると可愛いからです。でも後で思ったのがちょっと飾り付けすぎてしまったかなと思っています。加減の調整って難しいんですよね。ウォールプランツは一つで良かったですね。オレンジのパウンドケーキをちょうど照らすようにライトを飾ります。これで奥側のレイアウトが完成しました。次は手前の収納とキッチンを作っていきます。空間を分けるためにウッドデッキを敷いていきます。左端に収納スペースを作ります。合宿所に着いたら上着などを置くためです。ロッカーでも良かったのですが、今回は見た目を重視しています。セキュリティ面で心配ですけど、あつ森の世界は平和なので大丈夫です。ここに仕切り壁を立てます。仕切り壁を立てたらかなり暗くなってしまったのでライトをつけます。これで収納スペースは完成です。ここに仕切り壁と柱を立てます。いよいよ最後の大詰め、キッチンの作成です。仕切り壁には壁掛け家具が飾れないので、突っ張りラックで装飾していきます。これくらいしか空白を埋める手段があまりないんですよね。コンパクトキッチンのライトグリーンを初めて使ったのですが、ライトウッド系の家具と相性が良かったので、これから使う機会が増える予感です。キッチンを飾り付けます。キッチンを飾り付けるときに割と気をつけていることがあって、この部屋を利用する人たちはどんな性格かを考えています。そうすると置きたい家具が決まってくるんですよね。今回なら学生と先生なので甘いものと野菜です。野菜も食べなさいと言っている先生を想像してしまいます。今回のキッチンレイアウトはかなりお気に入りです。狭い空間にギュッと詰め込まれている感じが好きなんですよね。たくさん飾ってあると宝探しみたいな感覚になります。その感覚を共感してくれる方がいらっしゃるといいなと思います。今キッチンはこんな感じになっています。キッチンを飾り付け終わったので、最後に玄関を飾り付けます。電気を調整して完成です。至る所に飾った間接照明がいい味出していますね。合宿所じゃなくても家でもいいかもしれないですね。